最高。はい、どうもチートンです。今の時期ちょうど鬼ぐるみが収穫時期を迎えているので、くるみを取りに河川敷に来ています。今回はそのくるみをハクビシンと一緒に美味しく食べる方法を思いついたので、皆さんに紹介していきたいと思います。ということでくるみを取っていく。くるみの木は暑さに弱いので、河原などのやや涼しい場所を好んで生えています。あとくるみが川を流れることで下流に定着していくので、くるみの多い川ではね、両側にくるみの木がたくさん生えていることがあります。お、ここは鹿が歩いてますね。この辺鹿の足跡がたくさんあるんで、鹿の密度かなりありそうですね。今年の漁期に入ったら鹿もくくり罠で取っていこうと思ってるので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。早速ありました。これがくるみです。一部黒くなってる実もあるんですけど、ちょうど完熟し始めてる頃ですね。まだ若い実を収穫していって食べるのもホクホクして美味しいんですけど、今回はね、このほぼ完熟したくるみを収穫してハクビシンと一緒に食べていこうと思います。ということで収穫。お、もう熟してるからポロポロ落ちてく。くるみゲットよっ。落ちた。これ落ちてるの拾ってってもいいな。ちなみにくるみを素手で触り続けてるとアクの成分で手が真っ黒になるんで、皆さんは手袋をしてくるみを収穫することをおすすめします。旦那、こっちいっぱい落ちてるよ。これでしょ。そう結構落ちてるね。もう落ちてるいっぱいあるよ。拾っていこう。ほら、もうね、鬼ぐるみが熟す時期なんで、青いのもねあるんですけど、真っ黒に熟した鬼ぐるみがたくさん落ちてます。これどんどん拾っていこう。いいね。いっぱい。ここタラの木も生えてる。タラの木は春の山菜で、新芽を天ぷらにするとめちゃくちゃ美味しいです。そして1本タラの木があると根っこを通じてね、いろんなところから生えてきます。山菜好きとしては嬉しいんですけど、これが庭に生えるとね、根茎でずーっとつながっていろんなところにタラの木が生えちゃうんで、意外とね、庭には植えてはいけない山菜の一つです。くるみのような葉っぱがありましたが、これはね、くるみではなくて庭漆です。なので見上げてもくるみの実はついていません。漆ってついてるんで、触るとかぶれると思う人もいると思うんですけど、庭漆は漆科の植物ではなくて二垣科の植物なので、触ってかぶれることはありません。ただこれが生えてるとね、アレロパシーって言って周りに他の植物が生えなくなる化学物質を根っこから出しているので、庭漆だらけになってしまいます。この辺ね、さっきから庭漆が多いんですよね。時々くるみも混じってるんですけど、そのくるみもアレロパシーで周りに他の植物が生えなくなるような化学物質を出しています。なんでね、くるみが生えてるとこはやたらとね、くるみ林になっていたりします。ただここは庭漆も多くて、くるみ林にはなりきってないですね。皆さんこれ何の跡か分かりますか？さっき見た鹿の足跡にも見えますよね。もちろん鹿の足跡ではなくて、鮎のはみ跡です。鮎がこの石についた苔を食べるために泳ぎながら口をぶつけて苔を剥ぎ取るように食べていきます。それがこの跡になって残るんですね。川の水位が下がって岩が露出してたんでね、たまたま見ることができました。いい感じのところにくるみがありました。ほぼマスカットだなこれ。実も食べれればいいのにねよっ。はい、これだけあれば十分でしょう。もう帰るの？すごい高いね。気持ちいい。最高。これね、電子 C 社です。チルハビット様から案件をいただきました。めちゃくちゃうまい。これタバコじゃないからニコチンタール嫌な匂いが完全ゼロなんです。副流煙っていう概念もないし、むしろ吸ってる人の近くにいると一緒にリラックスできちゃうくらいです。まあそれに関わらずね、電子 C 社なんて吸うつもりなかったし、チルハビットさんからの DM をずっと放置してました。なんですけど、あまりにも DM がたくさん来るので、その熱意に負けてチルハビットを少し調べてみたら、深呼吸する習慣とかチル体験っていうのが今の僕の自律神経の不調とマッチするんじゃないかなと思って案件を受けてみました。それで吸ってみたらまさかのこれ。めちゃくちゃ味が濃いし、煙が黙々ですごく楽しいです。ガツンといい香りがするし、なんなら舌で味を感じるレベルで濃いです。
こういう動画の編集をしてると呼吸が浅くなっちゃって胸がドキドキ動悸がしたり呼吸困難みたいに息苦しくなっちゃったりね、夜全く眠れない時があるんですけど、そこで思い切ってチルハビット様の案件を受けてみて、編集の合間にね30分に1回1分くらいねこれでリラックスする時間を作っています。そしたらねこれが案外いいんですよね。一旦編集から手を止めてリラックスするっていうのがもちろんいいとは思うんですけど、吸って息をねしっかり吐くっていうのが僕にとって自律神経にとってめちゃくちゃいいような気がしてます。今はこれをパソコンの横に置いて編集の合間にね時々吸ってチル体験を味わっています。今までタバコはもちろん電子 C 社とか電子タバコも一切吸ったことがなかったんで、面白半分っていうのもあったんですけど、これ吸ってみて深呼吸の習慣だったりチル体験っていうのをね味わってみて、今はね手放せないアイテムになってます。ちなみに味は全部で6種類あって、今僕が吸ってるスイートメロンとドゥルセデレチェ、これはキャラメル味ですね。スノーミント、レモンドロップ、エナジードリンク、ストロベリーシェイクです。僕が一番気に入ってるのはこのスイートメロンで、これは香りが完全にメロンで甘くて美味しいのと、少しだけスーッとする清涼感があって癖になります。これはねかなりおすすめ。次に好きなのがドゥルセデレチェキャラメル味ですね。これはかなり濃厚なキャラメル味なんですけど、僕はなんとなくキャラメルポップコーンのような味を感じるので、映画館のワクワクする感じを思い出してリラックスしつつも楽しい気分になります。次にスノーミント、これは甘さ控えめで清涼感が半端ないです。それでいて甘さがゼロじゃないんで一番ねバランスがいい商品かもしれません。そしてレモンドロップ、甘いレモン風味で美味しいんですけど、もし清涼感があればここの順位が入れ替わってたかなと思います。続いてエナジードリンク、エナジードリンクも結構美味しいんですけど、それでもね他のがかなり美味しいんで泣く泣くこの順位という感じです。そして最後にストロベリーシェイク、甘いのは好きなんですけどちょっとイチゴを超えたイチゴの香りがしちゃってこの順位って感じです。よく言えば本当に風味が濃いです。マミー吸ってみる？どうやって吸っていいの？マックシェイクを吸うように口をすぼめて吸い込むの。肺には入れなくていいんだって。めっちゃ甘い。美味しいね。マックシェイク吸ってるみたい。面白い。電源ボタンとかないんだ。そう、電源ないんだよね。エナジードリンク。面白い。いい匂い。面白い。いいねこれ。レモンも美味しいね。次はスノーミント。クールな感じ。これが一番スースーしてさ、すっきりなんか爽やかだよね。ね。これはいつ持ってってもいいかもしれない。次はドゥルセデレチェ。美味しい。これキャラメルマキアート飲んだ後とかそんな感じ。私これ結構好きかも。最後がスイートメロンだね。メロン、爽やかメロン。爽やかなんだよね。甘さの中に爽やかがあるの。ミントも良かったけどさ、これもいいね。メロンなのに清涼感なんだって思うけど、めっちゃいい。合ってる。これ美味しいよ。でしょ？スイートメロンいいよね。一番美味しかったの。常に持っていたいものはね、多分これだね。スイートメロン気が合うね。僕と一緒でこれす。良かったよ。続いてこれだったな。レモンドロップ。3位はねこれ。マックシェイク。甘くて美味しかったマックシェイク。3位はストロベリーシェイク。女性には人気があるかもね。続いあとて3個悩むんだよね。これかな。スノーミント。すっきりって感じで、これでドゥルセデレチェ。これエナジードリンクかな。スイートメロンは僕と一緒だったけど、この辺の順位は違ったね。違うんだ。全然違う。匂いの感じ方人それぞれで、やっぱ好みだいぶ違うね。なんで皆さんね、僕の意見そして妻の意見いろいろ参考にして自分でどれがいいか選んでみてください。吸ったことない人はわざわざ吸う必要ないよねって思うと思うんですけど、この深呼吸を日常に取り入れてリラックスする習慣を手に入れるっていうのは人生で一度くらいあってもいいのかなと思います。もちろん気に入れば継続的に吸う選択肢はマジでありです。なんでかっていうと、チルハビットは単品購入すると6980円なんですけど、毎月1本お届けされるサブスクコースで購入すると約 21% もお得に購入し続けることができます。さらに初回限定で約 42% オフの3980円で購入が可能です。そして今回専用クーポンをいただきました。初回限定3980円からさらに1000円オフの2980円から始められます。さらにたっぷり味わいたい人向け、もしくはパートナーと一緒に吸いたい人向けに超お得な2本セットのプランもあります。これはなんと2本で6980円と半額でのご提供です。しかも1000円オフクーポンも使えるので初回5980円で始められます。これは正直かなりお得です。ということでもう少し川で遊んでから帰りたいと思います。くるみを持って帰ってきました。この青い果実の中に普段皆さんが見たことのあるくるみが入ってるんですけど、これを手で剥くのは大変なので一旦このくるみの周りを腐らせます。腐らせる方法なんですけど、土に埋めて腐らせる方法もあるんですけど、埋めた場所を忘れてしまったり全部で何個埋めたかわからなくなったりするんで、今回は水につけることでくるみの果実を腐らせたいと思います。ということで投入。
くるみが全部水に浸かりました。くるみ全体がこんな感じの色になるまで待ちましょう。くるみの果実が腐るのを待つ間にハクビシンを捕獲する箱罠を紹介していきます。扉を開けてトリガーにつながったこのバーを引っ掛ければセッティング完了です。トリガーにペットボトルの底をくくりつけてあるので、ここに餌を入れておくとハクビシンが入ってきて、この中の餌を食べている間にトリガーに強く触れてこのように扉が閉まります。一度扉が閉まるとこのバーによって中から開くことはありません。ハクビシンなどの狩猟鳥獣を捕獲するためには狩猟免許が必要なんですけど、そんなに難しくないし勉強さえすれば誰でも取得できるので、興味がある方は狩猟免許を取ってみてください。狩猟期間は基本的に11月15日から2月15日なんですけど、現在まだ10月です。なので狩猟免許ではまだ箱罠を設置することができません。なので今回は去年捕獲したハクビシンの肉を使っていきます。だいぶくるみが黒ずんできました。まだ青いのもあるんですけど、こんな感じでクシュクシュに割れて果肉はすでに腐ってます。そしたらくるみの中身を全部取り出していくんですけど、その前にハクビシンを解凍していきましょう。前回の猟期、今年の1月19日に取れたハクビシンのメスの足ですね。これとこれはアライグマだから、これだ。この3つがハクビシンのお肉です。これをね解凍しておきます。それでは早速くるみを剥いていきましょう。くるみを剥くときはしっかり手袋をしてください。くるみの成分にインクにも使われるような成分が入っているので、素手でくるみを触っていると手が真っ黒になります。しかもその真っ黒になったのは1日2日では全然落ちません。なんでね、くるみを触るときはできるだけ手袋をしましょう。それでは剥いていくんですけど、見た目が青いくるみでもこんな感じで簡単に果実を取ることができます。これヒメグルミかな。鬼ぐるみに混じってヒメぐるみも生えてたんですね。ヒメぐるみは鬼ぐるみと違ってちょっと扁平な形をしています。これが鬼ぐるみ、そしてこれがヒメぐるみ。大きさもねちょっと違うんですけど、鬼ぐるみは全体的に丸いのに対してヒメぐるみは両面がねちょっと平らになってます。これもヒメぐるみっぽいな。これは鬼ぐるみ。くるみを全部剥き終わったので、これを洗っていきます。だいたい綺麗になりました。これくらいで OK です。綺麗になったくるみを入り網の中に入れます。満タンにすると触れなくなるのでこれくらいにしておきます。蓋を閉めてファイヤー。くるみをいっていきます。くるみをいることで殻の中の水分が膨張して割れ目が開いてきます。入り網じゃなくてフライパンでいってもいいんですけど、時々くるみが外れることがあるのでそれだけ気をつけてください。取れたてのくるみだったり水に浸かっていたくるみはいれば殻が開くんですけど、乾燥しきったくるみは水分が少ないのでいってもねなかなか殻が開きません。なので完全に乾燥しきったくるみを使う場合は一晩水につけておいてください。それからいることでしっかり殻が開いてきます。香ばしい匂いがしてきましたね。そろそろ開いたかな。くるみのオイルがじわじわと溢れてます。うまそう。熱々なんで少し冷ましておきましょう。その間にどんどんいって殻を開けていきます。くるみからオイルがたくさん出てきて煙が出てきました。うわー、テッカテカじゃん。そしたら早速くるみを割っていくんですけど、冷めてるこいつから割っていきましょう。くるみを加熱したことで割れ目ができているので、ここにナイフを入れてこじ開けます。そしたらねパカッと開くので、うわ最高。綺麗。グリ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 と引っ張り出すと、はい、綺麗に取れました。これが普段皆さんが見ているくるみです。うまそう。食べちゃおう。いただきます。うまい。最高。ちなみにくるみはブレインフードとも言われていて、不飽和脂肪酸のオメガ3が豊富に含まれていて、頭にいい食べ物として知られています。こうやって割れてしまったものはなんとか取れるところは手で取っていくんですが、取りにくいところは串を使ってほじくり出してあげます。ちなみに物を切るナイフを使うと刃こぼれしてしまうので、できればこういうステーキナイフとかね、刃こぼれのしにくいものを使ってください。これは綺麗に取れそうだ。気持ちいい。見てこのツヤ。いや口に入れたい。我慢我慢。これはヒメグルミですね。ヒメグルミはね鬼グルミと違って非常に取れやすいです。ポロン。いやヒメグルミいただきます。うまい。鬼ぐるみの方が味が濃厚とも言われてるんですけど、ヒメぐるみもね負けず劣らず美味しいです。うちの子供たちはねみんなヒメぐるみが大好きです。これ3方に分かれてる。123。どんな中身をしているのか。
綺麗に剥くと変な形のくるみが出てきます。うまく取れそう。はい、三方に割れていたくるみはこんな感じで、やはり中身も三方に分かれています。面白いですね。お、これも綺麗に取れた。だんだん進んでる。見てこれ、めちゃくちゃうまそう。いったの？いったよ。食べれるってこと？そう。いただきます。うまっ。いっぱい向こう。手伝う？お願いします。見てこのツヤ。やべ、美味しそう。また食べてうる。まい。自分で入りたてのくるみはマジでうまい。これだけお願いします。はい、やってきます。どこで行ったの？ここ。自由だね、ここ。いいでしょ、ここ。マジ超自由。いやー、剥くたびに食べたくなっちゃうね、これ。たまらん。やっぱ姫ぐるみはポロンって取れますね。姫ぐるみ植えたいな。これがいっぱいあったら最高でしょう。こんなに楽しい地味な作業は他にないですね。はい、剥けたよー。お、ありがとう。すげえ綺麗。いいねー。いただきます。どんどん減っちゃう。あんま。じゃあね。いったくるみを全部剥き終わりました。めちゃくちゃうまそう。このままこれをおつまみにしてお酒を飲みたいところですが、今日はここでぐっと我慢してもっと美味しい料理を作っていきたいと思います。ということで、ハクビシンの肉を切っていきましょう。全然臭くない。ハクビシンは美食家とも言われるくらい果実を好んで食べるんですけど、そのおかげかお肉にね、臭みがあることがほとんどないです。ほとんどの漁師さんがハクビシンといえば美味しいという感想を持っていると思います。僕もそのうちの一人です。まず1本お肉が取れました。どんどん骨からお肉を外していきましょう。それにしてもいい油ついてますね。お肉の塊になりました。そしたらこれをミンチにしていくんですけど、少し細かく切っておきましょう。筋も何も構わず全て刻んで入れていきます。油がミンチにする機械に絡まるので、油の部分だけは少し細かく切ってください。ハクビシンの肉が細かくなりました。そしたらこれをミキサーに入れていきます。このぐらいか。ちょっと全部入れると回らなそうなんで、一旦これで混ぜてみたいと思います。それではミンチにしていきます。せーの。ちゃんとミンチになってるね。全部入るかな。限界ギリギリ。それでは混ぜていきましょう。せーの。重たっ。だいぶミンチになりましたね。そしたらここに調味料を入れていきましょう。まずはピンクペッパー。ペッパーって名前がついてるんですけど、胡椒ではなくて漆科の胡椒木の木の実です。ほんのりかすかに甘くてフルーティーでスパイシーないい香りなんです。ハクビシンのお肉とめちゃくちゃ相性がいいです。そして味付け塩コショウ。これでね、塩味を整えていきましょう。そしてニンニクを少々。そして最後にブラックペッパー。しっかりと混ぜていきましょう。せーの。いい感じに混ざりましたね。そしたら最後にくるみを入れていきましょう。最後にトッピングをしたいので少しだけ残しておきましょう。最後はね、くるみがこなれすぎないようにあんまり強くかき混ぜないようにします。せーの。いい感じにくるみが混ざりましたね。そしたらこれを肉団子にしていきます。あんまり大きいと中まで火を通すのが大変になっちゃうので、これくらいにしておきましょう。うわ、粉砕できてなくてくるみ1個そのまま入ってる。これはこれでうまそう。くるみがゴリゴリ入ってる。どんどん肉団子を作っていきます。このまま食べられたらどんだけ美味しいことか。ただね、当然野生のお肉には様々な細菌やウイルス、そして寄生虫がいる可能性があるので、絶対に生で食べてはいけません。とりあえずね、6個だけ焼いて食べたいと思います。残りの種は家族みんなでお団子にして食べたいと思います。早速焼いていきましょう。Fire！油を引いたフライパンを火にかけて焼いていきます。丸いお団子作ったんですけど、やっぱり火の通りを良くしたいので、少しだけね、潰して平らにしておきます。油がいい温度になったので焼いていきます。うわ、いい匂い。これは間違いないやつだ。うわ、
最高だよこれ。両面がしっかり焼けたら蓋をしてじっくりと焼いていきましょう。いい匂い。しっかり中まで焼けるように何回かひっくり返してね、じっくりと焼きました。もう間違いなくお肉の中まで焼けてます。そしたらお皿にのせて、うわ、かわいい。そしたら取っておいたくるみをふんだんに盛り付けていきます。綺麗に取れたくるみものせておきます。くるみとハクビシンのミートボール、取れたてのくるみを添えて完成。大地の恵みに感謝していただきます。それでは早速食べてみたいと思います。いただきます。うまい。2回来た。まず口に入れた時にハクビシンの肉の旨味がじゅわっと広がって、次にピンクペッパーの香りがぶわっと広がってね、めちゃくちゃうまいです。くるみはいい歯ごたえと全体に旨味を加えてくれています。めちゃくちゃうまい。これ最高だろう。ということでいただきます。うまい。最高。ハクビシンのお肉って本当にうまい。臭みもないし、肉の旨味がしっかりあって、アライグマの上を行くかもしれない逸材です。これは本当にうまい。時々くるみも食べちゃいます。最高の箸休め。お肉とくるみを行ったり来たりできてめちゃくちゃうまいです。けだな、いっぱいやってる。コールスロー作ろうと思ったらポテサラ作っちゃった。意味わかんないよね。うまそうじゃん。居酒屋でも始めんの。見た目も結構美味しそうだよね。いただきます。かまどまいるよ。いるやろ。いた。生き残りかまど馬。お前はそこに行っていいぞ。いただきます。うまっ。くるみがさっくりくりしてて美味しい。飲みたいけど飲めないね。そうだね。今日また送り迎えがあるから。このくるみがおしゃれなんだけど美味しい。めっちゃ美味しいよ。全然獣臭ないよ。この間買って食べたラムより全然美味しい。これ本当に皆さん、ハクビシンとくるみのミートボールおすすめです。ぜひやってみてください。ハンバーガーとかにしても美味しいかも。確かにこれハンバーガーにしたらめちゃくちゃうまい。肉の旨味が濃いし、くるみがまたいい旨味を出しててね。美味しい。もう一個食べていいの？美味しい。めっちゃびっくりするほど美味しいね。ちゃんとうまいのよ。くるみがさ、ちゃんといい旨味を出してるよね。くるみうめえ。これ次のチートン同食器が出るとしたら、これは絶対乗せたいね。これめちゃくちゃうまい。このくるみやばいね。うめえ。食後はスノーミントを吸っています。ほんとすっきりして美味しい。それにしてもね、ハクビシンのお肉食べた後に口の中に美味しい香りが残ってて、まるでジビエとは思えないくらいね、高級なお肉を食べた感じです。いや、皆さん本当にハクビシンおすすめです。ぜひね、狩猟免許を取って安全に調理をして食べてみてください。そしてチラハビットもよかったら概要欄にお得なセール情報載ってますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこういった夜食の参考書、チートン同食器も絶賛発売中です。ぜひ概要欄からチェックしてみてください。今回の動画が面白かったという方は、ぜひ高評価ボタン、そして下の共有ボタンから友達に拡散してください。これからもどんどん面白い動画を作っていくので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。バイバイ。